皆さんこんにちは、山上アリシアです。今回はですね、私の田舎暮らしがね、ようやくほんと1年ね、あっという間に過ぎちゃったので、田舎暮らしのね、メリットやデメリット結構ね、質問いただくので、それをまとめてみました。まずね、メリットから話していきたいと思います。で、最初の良かったところは自然がすごく近くなるところです。本当にね、私のお家は海からも山からもだいたい5分から8分ぐらいのところの本当ど真ん中に住んでて、もう両方とも楽しめるっていう最高のロケーションにあるんですよ。暇さえあればちょっと海に遊びに行ってお弁当を食べたりとか、山まで登って本読んだりとか、日常的にできるっていうのが私的にはすごいリラックスできる場所というか、開放感があるすごい素敵な場所になったなと思いますなかなか都内だとね、特に私が住んでるところはもう緑が全くなかったので、家の中で頑張って観葉植物とか増やすぐらいしかできなかったので、何もせずにね、特に私の場合庭にもね畑もあるので、そういう土いじりとかもできるのはすごい良かったなって思ったところです。で、2つ目は私が都内に住んでた時よりも居住費がねだいぶ安くなりました家賃もそうだし、維持費もそうだし、食費も安くなりました。私特にその都内の中でも本当ど真ん中に住んでたので、もう本当にスーパーの値段とかも全然違くて、ここに住んでるとなんか同じものでも全然価格が違うからすごいびっくりしちゃって、あと周りにもねすごい畑が多いので、新鮮なお野菜がねパッと安く買えたりとかするっていうのもできるようになったので、そこはすごく良かったなと思うところです。それ家賃とかもねぐっと下がったので、その代わりに私の場合車を買ったりとか、そういうお出かけするにあたっても東京で使ってた金額とはまた全然違うし、全体的に安くなりましたで、3つ目は平日に限らずもうね、休日ものんびりと人混みをね気にせず過ごせることです。前のお家がほんと渋谷あたりだったので、人が本当にすごくて、特に週末とかになると結構人がいっぱいになって、もう今日出かけたくないなとか、もう結構ねインドアでね過ごしちゃってたんですけれども、人混みをねほんと気にせず、お出かけしたりとか畑したりとか、渋滞とかもね全然ないので、お出かけするのがすごい楽になったし楽しくなりましたあと8つ目は趣味が増えましたとね、これも人にもよるんですけど、私の場合趣味がすごく増えました。キャンプだったりとか登山だったりとか、あとね私釣りもやりたいなと思ってるんですけどまだできてないけど、サーフィンとかスキーとかスノーボードとかいろいろとねできることがすごい増えて、都内だったらその分もうその場所に行くまでにすごいお金がかかっちゃったりとか時間がかかっちゃったりとかするけど、それも全部省かれて近場でね全部そういうのができるっていう場所に引っ越せたのはすごいいい意味でできることが増えてすごい楽しんでます。はい、そして最後は人のつながりがねすごい増えました。田舎あるあるでやっぱりコミュニティがねやっぱり狭いので、いろんな人とね話す機会が増えたりとか、野菜とかもねいろいろといただくこともねすごい増えました。その都内に住んでる時は私隣の人が誰が住んでたかとかも知らなかったし、そういう近所付き合いとかは本当にほぼゼロに近い感じだったんですけど、こっちに来てからねご近所さんにご挨拶しに行こうって言ったら、玉ねぎこれ畑で採れたから持って帰ってって言ってくれて、そういうところもすごい素敵だなって思っちゃって、人とのつながりが増えたのはすごい嬉しかったです。田舎に引っ越してきて本当に毎日良かったなって思ってるんですけど、その中でもね、デメリットもちょっと話していきたいと思います。で、1つ目が車移動がねやっぱり多くなってきます。なので維持費がちょっとね高くなったりとかするんですけれども、そうだね、私もやっぱりこっちに来て車を2台ね買うことになったし、やっぱり車がないと結構できないことはないんですけど、駅から遠かったりとかするとやっぱり車がないとダメだったりとか、そういう部分はありますね。でも
も私の場合結構ね車買ってやることも増えたのですごい車買ってよかったなって思っちゃってるんですけど、まあ人によってそれが嫌かもしれませんそして2つ目がバスが来る頻度がすごいバス全然来ないこっちなんか1時間に1本とかだからね。あとなんか場所によってはほんと1日に2回ぐらいしか来ないところもあるし、そして次が虫が多い。やっぱりね虫は虫は避けれないです。しかも結構大きいのが出るのなんか私はあんまりその虫好きでもないんですけど嫌いでもないから大丈夫だったんですけど、人によってはねやっぱり虫が無理っていう人は結構田舎暮らしはきついかもしれません。住んでると慣れてくるっていうのもあるんですけど、やっぱりねたまにね大きいのとか出ると私もちょっとまだびっくりしちゃうことはあります。あと4つ目が私は一軒家のお庭に引っ越してきたので雑草がね春夏になってくるともうすっごい量で増えてくるからほぼ毎週雑草抜きをしてるぐらいなんですけど、まあ他のご近所の方に迷惑かからないように雑草のね処理とかをしなきゃいけないのでその手間は増えましたこれからのシーズンちょっとね頑張らなきゃいけないなっていうところなんですけど、まあそれがデメリットの一つかな。私は田舎暮らしのいいところと入れたんですけれども、まあ人付き合いが苦手な方にとってはちょっとね疲れちゃうかもしれないっていうことが最後のデメリットです。やっぱりね小さいコミュニティなので人付き合いっていうのは絶対にあるもので、急にねお家に訪ねてきたりとかそういうのもやっぱりたまにあるので、そういうのが苦手な方はやっぱりデメリットとして見えちゃうかもしれません。でも楽しいけどね私的には大好きはいっていう感じでですね、田舎暮らしのメリットデメリットをリストしてみたんですけれどもいかがだったでしょうか。結構ね私的にはデメリットがほとんどなくて本当に絞り切って出てきたものだったんですけど、日常が豊かになったというかすごい良かったので、そういうのにねちょっと興味がある方はやっぱり田舎暮らしは私は全力でおすすめしたいところですで今回初めて見てくださる方は私がねずっとこういう暮らししてたのかなって思うかもしれないんですけど、前の動画とか遡ってもらえると前のねお家も載ってるんですけど、やっぱり田舎暮らしが今では最高です。私としては最初ねやっぱり初めてだったからどうなるのかなっていう不安はあったんだけど、まあ無理だったらまた都会に戻ればいいしって思ってたので、まあ本当にね最初はトライしてみてよかったなって思ってます。結局すごい大好きになったし、まあそんな感じで今日も最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。